こんばんちは。うらりちゃんだよ。うらりんだよ。よしよし、いっぱいしてあげるよ。うらり、新メンバーちゃんたちにもね、よしよししてるから。お姉ちゃんがよしよししてあげるからねって。すごいね。いい子だからね。すごい期待。新体制ね。新体制がうらりは楽しみすぎていい新体制になるって思いすぎてる。なんかいい未来しか見えなくて今だから、なんか依存症になるかも。新体制依存症。みんなのこと好きすぎて一人になれなくなるかもしれない。いい感じ。でも野木さんも西暦13夜がないともうダメだってなるかもしれないからうらりはずっといるよっていう気持ちを伝えたいなうらりはね、西暦13夜ずっと見てたからね。子供メンタルに出会ったの自体は全キミさんなので、西暦13夜ができて西暦13夜依存症になったのね。だから星たちが旅立った時にすごくショック受けたから、その気持ちを同じ気持ちを体験してあるから、うらりはその気持ちを癒す方の役割をしたいと思う。そうなの。でもなんかドキドキする。一人加入当初だったら一人配信とか絶対できなかったもん。うらり震えてたからね、喋る時とか。いつもトーク配信、トークとかの時にこうやって飲み物持ってたらプル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 ってなってて、みなえちゃんとかもそれ見て、人間ってこんなに震えるんだって言ってたからでもそれは今はもうない。いや、なくはないかな。なんか自分の本音とかを、強すぎる気持ちとかを伝えようとするとどうしても震えちゃう。でもね、ライブはそんなことない。なんかね、ライブは震えなくなった。震えても良くないから。みんなが楽しみで来てるっていうことを理解した時に、悪い緊張さんはなくなった。なんか加入ぐらいの時にテフテフさんのライブ見た時にすごすぎてめっちゃ泣いた時ある。怖すぎて、怖くない迫力がすごすぎて、こんなすごいライブしてる人たちの事務所に入っちゃったんだっていうことが自分で怖くなって、うらりこんなところに入れる人じゃないよって思って、一回怖くなったの、外に出るのも。それでどうしよう、うらり誰が怖かったんじゃなくて、そのうらりがいるってことがね、すごすぎて、先輩たちがこんな風にならなきゃいけないんだっていうことを思って、でそれでお家にいて LINE とか一瞬ね返せない時あったらね、こもちゃんとね、その時いた女性スタッフさんがねピンポンしに来てくれて、
うらり大丈夫どうしたのって言いに来てくれて、その時うらり新メンバーのその時るのちゃんとみないちゃんとあんまり話せてなかったから仲良くなれないのかなっていう不安とかもあって、そういうの全部話したの、こもちゃんたちに。そしたら全然そんなことないよって言って、うらりは自分がなんかマイナスなことを思った時に思い込みすぎだよって言われて気づいて、そっから自分が西暦13夜が大好きっていうことを思い出して、なんかその気持ちが一番根っこにあるからやめたいわけがないじゃんって自分に思ったの。こもちゃんかっこよすぎるよね。だからね、嬉しくて、こもちゃんがもっと仲良くなれるよっていうのも言ってくれたしね、希望をね持ってたの。そうだからそこで泣き虫なうらりは本当にいなくなった。それでなんかその後ドメンのなんか全体のイベントとかあるじゃん。イベントの時にね、なんか周り見たらもう素敵な先輩たちと優しいこもちゃんと可愛い同期と子供メンタル大好きなみんながいて、何この幸せな空間って思って、もう嬉しすぎて頭がおかしくなりそうな時があったその時にね、うらりは一生ここにいていいんだって思ったんだよね。こもちゃんは本当に太陽。今もね、なんかメンバーだから対等に接しなきゃいけないけど、なんか尊敬をずっとしてるし、同じステージに立てるっていうことが誇りなの、うらりの。だってうらりが愛した西暦13夜に見てた人だから、それをね、なんかライブ帰りの車内とかで思う時があって、もうめっちゃ嬉しすぎてでもそういうのをさ、変なタイミングで伝えたらびっくりされるじゃん。だから一人だけの秘密にしてるんだけど、よくね、ふとした時にそうやって思って、すごいなーって、すごい幸せな時間だなって思ったりする。そう、 DJ イベントの時だよ。うらりを見てきてくれる人が、次はうらりを憧れてくれる人が出てくれるかな。でも新面ちゃんとかにもうらりちゃんと見本にならなきゃって思うのだって新面ちゃんに希望を与えなきゃいけないし、あと安心も与えてあげたいと思うから確かに伝えられる時に伝えた方がいいと思うけど、なんか言葉にするとさ、なんかちょっと言いたいこととずれちゃうことってない？なんかいろんな、結構気持ちってグラデーションだからさ、ぴったりの言葉が見つからなくて、この言葉だと大げさすぎるなとか、この言葉だと足りないなとかあるじゃん。それがなんかもどかしくて、自分の気持ち言えない時がいっぱいある。それをこれから変わりたいと思ってる。なんか書くのだったらさ、いっぱい考えて
書けるじゃん。それが歌詞だったりするとさ、いろんな解釈でよかったりするじゃん。だから押し付けになんないし、なんか楽しいなって思うんだけど、話すのはまだちょっと難しいよあ、でもそうでもね、なんだろう、でもあれファストタイムリンクは書かせてもらったんだけど、その時はね、自信なさすぎて3日間寝ずに悩んでたんだけど、完成した瞬間これだってなって、もううらりが心にあったものをちゃんと表現できたからね、満足してるそう、言語化した瞬間思ってたことからちょっと離れる。なんか欲張りなんだね、多分うらりは全部なんか伝えたいと思っちゃうから。でもなんか全部伝わんなくても、その時にね、一緒にずっといたらだんだん思ってることとかも近くなっていくし、なんかメンバーと一緒にいてそうやって思うことがある。なんかちゃんと同じところ見てたんだなって。なんかうらりは後から入ってきたからさ、こもちゃんより。だからなんか見えてないものとかがすごく多くて、こもちゃんの言ってることが理解できなかったりとかよくあったと思うんだけど、今思えばね、その時は全然視界が狭くて分かんなかったんだけど、でも今になってあの時こもちゃんが言ってくれたこと分かるなとかあるんだよ。なんかね、体調悪い時とかあるじゃん、誰でも。でもそういう時でもライブに来てくれるお客さんには関係ないでしょっていうこととか、そういうのも教えてくれたのはこもちゃんだし、こもちゃんの話ばっかりしちゃうなんかやっぱり傷ついたことがある人になんか寄り添える人になりたいなってうらりは思う。だから歌詞とか書く時もすごく考える。なんかうらりはそんな天才とかじゃないからパッパパッパ言葉は出てこないんだけど、この人の目線でこの人になって考えてみる、この人になって考えてみる、あの時どうだったとかをいろいろ考えて作りたいと思ってる。なんでもそう、西暦はね、キラキラとふわふわと可愛いで構成されてはいるけど、ライブで強いんだよね強さを見せてるんだよね。多分、4人になったタイミング、多分成長ツアーぐらいからそうだったと思う。そういうのね、なんかライブでしか伝わんないからライブに来てほしいと思うなんか儚いとかの魅力もうらりは大好きなんだけど、
なんか強さもあった方がなんか生きる力になるじゃん、見る人の。だから寄り添う儚さと支える強さも両方いると思った。ずっと喋っててすごい、うらりもそう思う。前のうらりだったらね喋れてないからさっきみないちゃんが配信してたのずっと見てたんだけど、あんなにふわふわしたみないちゃんがしっかり喋ってるって思って、すごいってなってめっちゃ可愛い、めっちゃすごいってなって感動してたんだよなんかみないちゃんも最初はなんかよくわかんない不思議な感じの子で、なんか本当の気持ちとかあんまり言ってくれないかなって思ってたんだけど、今はねなんかすごい強いもの持ってるなっていうのがあって、あ、全然こういうところはうらりより大人なんだみたいなところとかねいっぱいあってね、すごく尊敬してる。自慢の同期です新メンバーねめっちゃいい子すぎてやばいこんないい子見たことないっていういい子が来ます多分みんなにすぐ伝わると思う、その感じは。それぐらい魅力のある新メンバーだから。尊敬する人しかいない事務所に。最初は月種類さんから入ったけど、うらり全キミさんのね曲が好きでカラオケで歌ってたのね。それで最後にさ作詞作曲あるじゃん。それが書いてあって、作詞月種類って書いてあって、ああこの人がすごい人なんだ、うらりの心にぶっ刺さる歌詞を書いてくれる人なんだってなってそっから月種類さんっていう人に憧れを抱くようになったの。あとうらりは小5の時将来の夢作詞家だったから余計に尊敬の念があるんだよ。うらりはねいいところ見つけるの得意だよ。悪いとこ見つけるのをね人に言われて初めて気づく。でも共感が強すぎるから目の前の人に悪いことを気づかされると、あ、そうなんだってめっちゃ思い込んじゃうから、それは悪いところだからね自分のね共感力はもっと優しいところに使いたいんです。だからなんか間違えないように、そういう失敗したこととかうまくできたこととかは日記に書くようにしてる。そしたらなんか自分がこういう時にこういう考えになっちゃうんだなとかを確かめられるじゃん。それでもっとちゃんといい人間になれるようにしてる何の曲が好き？西暦？全キミさんはソフォモアシックサクリファイス、でもいっぱいあるからあれなんだけど、出会ったのはその MV だよ。西暦はロマンチックエスケープ、儚さが好きでずっと聴いてて、なんかオーディション受かったきっかけもその曲。
作詞家の夢叶ったんだねって。まだ作詞家って言えないよ作詞家って言えるのはね、3曲以上は書いた方がいいと思うまた書きたいな。共感力はね、たまに騙されやすいから気をつけた方がいい。ソロ曲はさ、やっぱり尊敬する月子類さんに書いてほしいと思ったんだけど、どう思う？だってさ、そんな自分のさ一人だけのことを書いてもらえるなんてさ、そんな時しかないじゃん。なんか共感力あると言っても自信はないからさ、人が考えてることとかにすごく興味があるからさ、なんかそんなチャンスを逃したくないと思ってしまうけどでも西暦13夜もパストタイムリンク書いた時期よりもっと時間が経って状況も変わってうらりの中身も変わってきたから、また西暦13夜のことを思いながら書きたいなって思う思いませんか？とにかく今は新体制になることに一直線だから、なんかショックなことがあったけど、なんかその時にうらりは振り返ってみて、なんかもっとなんか濁して言うのやめよう。なんかるのちゃんのね気持ちとか結構うらりは話を聞いてたはずなの。聞いてたって自分では思ってたんだけど、でもその当日何も知らなかったし、後から知ったから、うらりは全然なんか話し相手になれる、相談するぐらいの大きな存在になりきれなかったんだって思って、なんか自分を結構責めたところはある。なんかもっと寄り添えてたらさ、なんかこうした方がいいんじゃないとか言えたかもしれないじゃん。だからね、なんかそういう悲しいことがまた起こらないように、今度はもっとメンバーのこともねちゃんと見て、うらりはもっとみんなにメンバーのことを考えれる人になりたいなって思うんだよね。こもちゃんにもずっとなんか先輩って感じでうらりは支えに全然なれなかったから、こっからはうらりはただ後輩みたいな感じじゃなくて、こもちゃんと横並びでちゃんと支えれるようになりたいから、みないちゃんともしっかり手をつないで、しんめんちゃんとも絆をね作りながら、そういうところをねやぶくさんにいっぱい見てもらって、この子たちをしてたら幸せになれるなって思ってもらえるように頑張るから見ててね。時間過ぎちゃったうらりの
言いたいことは伝わったかな、わかんない話すの下手でごめんね。でもずっといるからね、うらりもずっといるから、一緒にみんなで一緒に生きようね。では最後にもう一回、24日は柏ライブで流れ星企画3人体制での最後のライブ、みんな3人の新体制に向けての覚悟とか見せれると思うから、ぜひ来てください。そして26日は新体制お披露目始まりの夜が渋谷ラッシュであります。もうみんなに希望を持ってもらえるような素敵なグループになるので、絶対来てください。忘れられない夜にします。じゃあみんなおやすみ。明日はこもちゃんの配信があるので絶対見てください。じゃあおやすみ。応援ありがとう。みんな大好きだよ。またね。どうやって切るのかな、これかな。おやすみ。